皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は12月の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。まず最初に星の12星座共通の星の解説なんですけども、12月っていうのは本当に1年の総まとめで皆さんも幸せでお忙しいと思うんですが、星で見てもやっぱり2025年って結構いろいろあったよねっていうそのまとめの月になります。で、皆さん自覚されてるかされてないかわからないんですけども、本当にこの1年を過ごした私たちっていうのは強くなってるんですね。いろいろ経験を積んで鍛えられたっていうのがあるので、無自覚かもしれないんですけど、何か過去の自分とは違う自分っていうのがあるはずなんです。で、さらにそこから12月ってもっとなんか来年に向けての期待が生まれたりとか、希望とか、なんかまるで旅に行きたいと思うような、心が解放されていくような、なんかそういう広がりのある自由な感覚がすごく強いんですね。それはなぜかっていうと、12月の1日から金星という社交性とか喜びとか愛情とか、そういった華やかなエネルギーもいて座という性質になっていますし、あと太陽も今いて座に入っていて、で火星という行動力やバイタリティっていうものもいて座に入っているので、とてもこのいて座の開放的な自由な、挑戦していきたい、冒険してみたいみたいな広がるエネルギーがなんとなく強くなるっていうことなんです。で、さらにそれが12月の中旬ですね、12日から15日あたりっていうのはもう水星もいて座ですし、もういて座祭りっていう形ですごくこの中旬あたりにおそらく単に未来に無茶な希望を持つとかではなくて、この1年やりきったよねっていうその自分の強さとか、超えられた自分をもとに、だったら来年はこうしたいなとか、もうちょっとこうなったらいいなとか、きっとこうできるはずだっていうような期待ですね。新しい扉を開いていくような期待を皆さん持ち始めるんじゃないかなと思いますし、いや全然そういうのないですっていう方も、ぜひ何かしら自分にとってプラスになる意図を持つことによってそっちの方に引っ張られやすくなりますので、実際12月20日が新月なんですけど、新月の前に自分の感覚やどうしたいのかとか願いとか、そういったものを書き出したりまとめたりして、新月の12月20日に改めて意図していただくっていう風にすると、とってもなんかスムーズに2026年につながっていくなっていう感じがします。そしていて座っていうのは火のエネルギーなので、燃える情熱を燃やして現実を作っていくっていうエネルギーが強いんですけど、もう一方で特にこれは12日までっていう前半が強いんですけど、水のエネルギー、魚座とか蟹座とかさそり座という水のエネルギーが非常にうまく関わっていて、私たちの深いところでこの愛情とか優しさとか、本当に自分たちに大事なものって何かなっていうことを感じながら、その情熱や後半は情熱とかやりたい方向とか、なんか希望っていうものが湧いてくるっていう形なので、特に11月と12月っていうものを比べると、11月はもういろんなものが逆行して、惑星が逆行していて、なかなか前に進まないとか思い通りにならないっていうことも多かったとは思うんですけど、それに比べると12月っていうのは非常にスムーズで、私たちの心が安定していて、何が一番大事かを分かった上で自分のやりたいことや情熱っていうものが芽生えやすい時なので、その星のエネルギーがあるんだな、そういう天気予報なんだなっていうことを理解した上で、皆さんそれぞれの生活に合った目標や意図を立てていただけたらと思います。それから15日からはですね、火星がヤギ座に入るということで、非常に真面目な努力していくとか、責任を果たしていくとか、そういった真面目なエネルギーも入ってきますし、12月の22日からは太陽もヤギ座に入るということで、ここからなんか地に足をつけた動きっていうのかな、そんな感じになってきます。なのでざっくり言うと、前半は心が豊かになりやすい、いろんなことを感じやすい。そして中旬は情熱が湧いてきやすい、新しい希望や期待を持ちやすい、新しい扉を見つけやすいみたいな形で、後半になると22日以降になると、それをどのように現実化させていこうか、しっかりと自分の世界を築いていこうっていう真面目なエネルギーになってくるということです。来年の運勢は別の動画で解説していきたいと思います。ではここからタロット見てみます。よろしくお願いします。
はい。では、ここからヤギ座さんの12月をタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。1ヶ月全体のメッセージだと思っておいてください。はい。じゃあ、一緒に見てみましょう。12月です。ワンドの8逆、ソードの9逆、フール、ペンタクスの3の逆、ペンタクス6、ジャッジメント逆、ワンド4逆。気をつけること対策が、節制とスターの逆と、オラクルはソードの4です。なるほど。星と一致していますね。これは。補足なんですけども、12月の22日までっていうのは、ちょうどお誕生日の前の1ヶ月ってちょっとゆっくりしてねとか、これまでの1年をねぎらってね、みたいな、次の年を、自分がね、何歳になるっていう年を迎える前に、その年を十分自分で体感して、こう、よく頑張ったなとか、こんな経験したなとか、こんな気づきがあったなっていうことを消化して、クリアにするっていうのが一番適してるんですね。なので、ゆっくり休んでくださいっていうのが一番適した時期になります。なんか、無理に、自分をせき立てて何かをするというよりは、安心して休んでって感じなんですよね。安心して眠ってくださいみたいな感じで。そうすることによって、いかに自分が得たものを吸収できるか、安心して取り入れられるかっていうのが変わるよって感じなんです。なので、別にそれで社会的活動しないでねって言ってる意味ではないんですけれども、気持ち的にすごく頑張るとかせき立てるっていうよりは、自分を癒そう、ねぎらおう、休もうという意識でいる方が流れに沿ってますよっていうことなんです。ただ、火星はやっぱりヤギ座に入っているので、頑張りたくなると思うんですよね。ヤギ座入ってるっていうのは12月の15日から、そうですね。12月15日から風がヤギ座に入るので、ヤギ座さんは15日以降、よし、頑張ろうみたいな気持ちになるかもしれません。逆を言うと15日までっていうのは、もう本当にゆっくりしようよみたいな感じかもしれません。そして、その15日以降は、特にその中旬ぐらいっていうのは、その、伊手座のさっき言った開放的なエネルギーだったりとか、自由になりたいとか、次の扉が見えるよみたいな時なんですけど、自分の中でそれを感じておいてほしいんです。外にそれを向けるというよりは。そして15日以降、なんか自然と動きたくなる。休んだらちゃんと動きたくなるっていうのもありますし、22日からお誕生日迎える方も出てきますよね。おめでとうございます。この新しい年を迎える、自分になるっていうことで、光が自分にパーンと当たってくる。そしてエネルギーも湧いてくるっていう、そんな流れなので、まさしくそんな流れなんです。なので前半は、安心して休む。後半は、なんか自然と動き出すみたいな感じかな。で、カードで見たときに、なんとなく自分は休みたいとかゆっくりしたいと思っているのに、外側が忙しいぞとか、周りはどんどん動いているような気がして、自分も動かなくちゃいけないんじゃないか、みたいな、ことを感じるかもしれません。もしくは、気持ちとは裏腹に現状がどんどん流れていくみたいな、そういうこともあるかもしれませんね。特にパートナーシップが、柳田さんは今、いいので、今ね限らず来年の夏まですごくパートナーシップにおいて人生が展開していきやすいので、そういう意味でなんか自分はゆっくりしたいし、とどまっていたいのに、なんか周りが忙しいぞとか思うかもしれませんが、あまり翻弄されずに、本当に自分をケアしてください。本当にどれだけ質のいい睡眠をとったかによって、翌日の脳の働きが違うと同じように、どれだけこの期間ゆっくりできるかによって、自分をねぎらうかによって、そこから先のお誕生日を迎えてからの自分っていうのが全然変わるよって感じなんですね。そして何にも心配しなくていいですって感じ。人って疲れていると、もうキャパオーバーみたいになりますよね。パソコンでも、なんか容量がいっぱいになったら動きが鈍くなって、シャットダウンとかしたりしますよね。そんな感じで、もしかしてネガティブに感じたりとか不安に感じるというのは、もう自分が頑張りすぎていたのかもしれないとか、脳の容量がいっぱいになってるのかもしれないぐらいの感覚でいてください。なので、安心して休んでねって言われてる感じがしたんです。
そしてなんかだんだんそうやってもうピークに立ったら、あ、もういいや、もう全部どうでもいいやみたいな、ちょっと投げやりになりたくなる時もあるでしょうし、もしくはちゃんと収めるものを収めてから、はあ、旅行に行こうとか、ああ、やっとオフだみたいな感じで、ちゃんとオンオフ切り替えられる方もいらっしゃると思いますので、どちらでもいいんですけど、とにかく、なんとなくなんですけど、自分の頭の中のキャパシティがもう空き容量が少ないみたいな感じかもしれませんので、睡眠してください。睡眠して復活してください。そして、睡眠をとってくださいですね。そして、ここからなんですけど、特に前半後半が、ヤギ座さんの場合、全然違う雰囲気になると思うので、なんかね、でも人からのお誘いだったりとか、特に12月なんかイベントとかも多いですしね、関わる時にいろんな話が出てくるかもしれません。こうビジネスの話、こうしようよとか、一緒にコラボしようよとか、こういう企画もいいんじゃないみたいなのも出てくると思うんですけど、そういう仕事の話も全然楽しければやってくださいね。でも、無理に何か推し進めようとはしなくてもいいよって感じです。っていうのは、何が一番自分にとって豊かなものなのか、今自分は何をしたいのかっていうことをちゃんと掴んでいれば、話に無理やり乗せられることもないし、変になんか無理してやる必要もないので、もうボランティア感覚っていうか、自分はやりたいからそうするんだみたいな感覚でいくと、とっても豊かな、関係性も感じられるし、結果を気にせずに、そのプロセスを楽しめるよっていうふうに言われています。うん。で、お誕生日迎えるって言っても、12月お誕生日の方はね、誕生日だって思うけど、1月お誕生日の方っていうのは、まだ先かってなるじゃないですか。その辺は、別に多少タイムラグがあってもいいんです。本当にこの日からって言うんじゃなくても、敏感な方っていうのはもう夜明け前から夜明けを感じるじゃないですか。そんな感じでエネルギーを先に察知する方っていうのは、まだ星が来てなくても誕生日迎えてなくても、なんとなくもう明けてきたぞみたいな感じをするかもしれないし、新月12月の20日という新月からっていうふうに自分で区切ってもいいし、22日からっていうふうにしてもいいんですけれども、どちらにしてもとにかく後半、自分らしくあれるようになるから、ぜひね、これ2つともなんか、これ全然違うカードなんですけど、どちらもが、こっちとあっちみたいなものの架け橋になってるというか、繋いでるカードなんですね。この節制っていうカードは陸と水っていうものの両方に足を入れてるし、こっちも湖と陸っていう形もあって、どちらもがすごく本当はいいカードなんですね。なので何かヤギ座さんが誕生日を迎える前と後なのか、もしくは意識的な健在意識と無意識なのか、なんかわからないですけど、可能性として自分が見てる自分像ともっと本当の自分なのか、何かそれが統合されようとしているっていうこともあるかもしれないので、そういう統合されようとしているとか、何かと何かが繋がろうとする時っていうのは、本当にジタバタせずにゆっくりしましょうみたいな、それが一番効果的なんです。で、それをカードが言ってくれてるのかなっていうふうに思いました。なのでちょっとこれを踏まえたのでお仕事を見させてください。でも動きたい人は全然動いてもらっていいんですよ。ただ、メッセージとして、お伝えしてるだけなのでね。はい。ヤギ座さんのお仕事はカップの7、ワンド4、ペンタクスのキングということで、お仕事に関しては、やっぱりいろんな案が出てくる感じがします。そして自分の中で、これをしたらこれぐらい稼げるしとか、これをしたらこれぐらいの利益になるし、みたいな、そういう計算もできるっていう感じもあり、だからあんま困ってないなっていう感じがします。そして何よりも、収益を上げることだけとか、何か夢を叶えるということだけじゃなくて、やっぱり穏やかに仕事したいんだなって感じがします。仕事を通して、その人との関係もうまくいきたいし、なんか、今は穏やかさとか、ゆっくりとした豊かさを感じたいのかなって思いますし、それを感じられると思いますよ。ここで、両方ワンドの4が出ているので。うん。
なんか一緒に仕事として関わってる人との関係が豊かであればいいぐらいの感覚でいるとスムーズなのかなって思いました。はい。ちょっと人間関係見てますね。ワンドの8。ソードの2。ワンドの3ということで、やっぱり関係性においては、ここでもワンドの8っていうのが出てるんですけど、なんかこう、急激に仲良くなりたいと思っている人がいるのかなって感じがします。それは、ヤギ座さんと親しくなりたいとか、ヤギ座さんに関わりたいとか、なんかそういうのもあるかもしれないし、急激に距離が近くなったりとか、関係性が発展するっていうのがありますね。でも、どこかでちょっとブレーキをかけてる自分っていうのもいて、なんか乱されたくないなっていう思いもあるのかなと思います。なので、気持ち的にはもうちょっとゆっくり行きたいとか、あんまり感情的に揺さぶられないように関わっていきたいっていう思いがあり、そして、ここから関係性がちゃんとなんか育っていってるな、みたいな感じがあります。勢いはあります。でも心のブレーキを引いていて、で現実はまあスムーズに、ちゃんと段階を経て流れているっていう感じがしました。はい、どうでしょうか。なんかメッセージ伝わりましたでしょうか。もっとこういうこと聞きたいですっていうのがあればコメントで教えてください。ではちょっと最後にもう一枚オラクルカード引いてみますね。もし何か通じたよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ヤギ座さんの12月メッセージは、このカードが出ましたね。これは、感情的には私たちってすぐ引っ張られますから、誰かが誰かの悪口を言ってるとか、私のことなんか悪く言ってるってなったらすぐなんかこう、もやもやってなったりとかもするんですけど、ゴシップに惑わされないでねっていうメッセージだと思いました。特に、さっきの人間関係のところって、すごくこう、仲良くなりたいとか、急激に関係性が進むみたいなのもあったりするんですけど、感情的に乱されたくないっていう思いがあるって出てたので、何かその関係性においても、変に、満たされたくないんでしょうね。そして、なんていうか、羨ましがられたくないみたいな感じはあるかもしれませんね。それは他者の気持ちはコントロールできないですから、自分が他者に惑わされない、人の感情に揺さぶられない、自分はしっかり休んで自分を取り戻すっていうふうに決めていただけたらいいのかなと思いました。はい。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。また、来年の動画準備でき次第アップしていきます。失礼します。